前回はマクドナルドのハンバーガー10個食べた子の話したの覚えてる？覚えてる。10個並べて食べたんでしょ。すっごいよね。牛肉の輸入自由化で輸入量がさらに増えて、お値段の安い牛肉が流通するようになって、牛丼屋さんやハンバーガー屋さん、チェーン店が一気に増えたし、安い値段の商品を出すようになったんだよね。した。でも前回そんないい話で終わんなかった気がするんだけど、なんか最後怪しい雰囲気の話になんなかった？ハリーくんよく覚えてたね。前回は21世紀に入って牛肉をめぐって様々な事件が起こるというところで話が終わっています。そうだ、お腹いっぱいハンバーガーを食べる話じゃなかった。今回は牛丼やハンバーガーの値段が下がったことで牛肉が一気に身近になった2001年以降から話を始めます。21世紀に入って牛肉は苦難の時代に突入します。そのきっかけになったのが BSE 問題です。何それ？ BSE っていうのはね、牛の病気のこと、感染症の一つなんだ。これにかかった牛は脳がね、スポンジみたいになってしまって、その結果亡くなっちゃうっていう怖い病気。感染源は牛の餌。牛の餌の中にはね、牛の脳や脊髄を原料にしたものがあるんだけど、感染した牛を餌にしてしまったことで、それを食べた牛に感染が拡大してしまったの。 BSE にかかった牛の肉を食べると人間も感染する可能性がある。何それ、2001年の9月に日本で感染した牛が報告されて、それで一気に牛肉に対する不安が広がったの。それ誰か食べちゃったの？大丈夫、出荷されていないから。この牛は誰も食べてない。これを機会に飼料の規制、特定危険部位の除去、検査、これらの対策が取られてね、日本では2003年以降に生まれた牛の中から感染した牛っていうのは出てないんだ。だから安心して大丈夫。よかった。焼肉安心して食べられるね。とはいえ2001年当時はもうみんなびっくりしちゃったわけ。感染経路や状況がわからなくって、消費者の牛肉離れが急激に進んだ。一気に売れなくなって農家の人もみんな困っちゃった。それで政府は牛肉を全部検査することにしたの。検査開始前に冷凍加工された牛肉は全部国が買い取って処分しますって宣言したわけ。みんながね、安心してお肉を食べられるように、農家の収入が継続するようにってね。全部買い取るってすっごいね。お金かかりそう。買い取りと処分のために政府は約290億円も使ったの。でもね、その時に雪印食品っていう会社が外国産の安い牛肉をこれ国産です、買い取ってくださいって嘘ついて国からお金をもらってたの。うわ、優しさをあだで返すやつじゃん。その結果、不正受給していた雪印食品は発覚から3ヶ月後に倒産。食の安全や信用が揺らぐ事件が連続で起きてしまって、牛肉離れはさらに進んでしまったんだ。間が悪いことにね、2003年12月に今度はアメリカでも BSE の発生が確認された。日本政府はすぐにアメリカからの牛肉の輸入を全部ストップしたの。せっかく輸入自由化して関税率もだいぶ下がったところに。タイミング悪くない？その通りで、アメリカの輸入がストップしたことで世の中は大混乱。特に影響を受けていたのが吉野家。吉野家はアメリカ産の牛肉だけを使ってたんだけど、牛肉が入ってこなくなったせいでメインメニューの牛丼出せなくなっちゃったの。オーストラリア産とか他の国の牛肉に切り替えればいいじゃん。吉野家はアメリカ産のショートプレートっていうお肉にこだわっててね、それに合わせてタレの味なども作ってたんだよ。別のお肉にしちゃうとね、味が変わってしまうんだ。だから翌年の2004年2月に牛丼の販売を休止してしまったの。牛丼が販売される最後の日には吉野家に行列ができたんだよ。他の牛丼チェーンはアメリカ産以外の牛肉を使ってたこともあって、その間も牛丼を売り続けていました。牛丼屋さんが牛丼出せなかったら何出せばいいの？
アメリカからの輸入が再開されるまでは豚丼やカレー丼を出したりして乗り切りました。牛丼の販売を再開したのが2年半後の2006年9月。その時もね、限定販売のような状態だったから、もうプレミアよ。完全復活は2008年までかかったの。その結果、吉野家は店舗数で業界1位だったのにすき家に抜かれてしまいました。吉野家は悪くないのにかわいそうだね。それにね、それまで牛肉の輸入シェアはアメリカとオーストラリアが2分割している状態だったの。なのにアメリカから輸入停止になっていた時期はほぼオーストラリアが日本の市場を独占していました。2006年から徐々に輸入再開したけれども、シェアを取り戻すのは難しくて、アメリカがオーストラリアをシェアで逆転したのは2022年。20年近くかかってようやく元の状態に戻りました。ただ BSE 問題の影響もあってか、牛肉の消費量は2000年がピーク。その後はずーっと横ばいなんだ。そういえば輸入牛肉のシェアはほとんどアメリカかオーストラリアってことだけど、アメリカとオーストラリアには何か牛が育ちやすくなる秘密でもあるのかな。秘密ってほどのことはないんだけど、どちらの国もとっても大きいってことがポイントね。国土が広いとその分農地として割り振ることができるのよ。まずアメリカの農地の面積は最近のデータで356万平方キロメートル。大きさがわかんないや。それって東京ドーム何個分？それじゃ絶対わからないって。比較例として出すと、日本の面積は38万平方キロメートルだから、ちょっと待ってて、9倍ぐらい。ハリーくん早いね。ざっくりね、1の位を四捨五入したんだ。36割る4でしょ。めっちゃ賢い。僕も今度それ使わせてもらおうっと。確かに日本の農地の面積と比較して9倍は大きい。違うの。日本の国土の9倍以上、アメリカの農地面積はあるってこと。日本の全部の9倍以上？それ全部農地なの？スケールが違う。でっか。そしてオーストラリアね。こちらは384万平方キロメートル。日本の総面積の約10倍。そんなに大きかったら農業では太刀打ちできないよ。次にそこで育ててる牛の数を比べるよ。まず日本の食用牛は268万頭。対するアメリカは2900万、オーストラリアで2300万。オーストラリア人の人口が同じく2300万人だから、オーストラリア人一人一人に牛1頭ずつってことになるね。昔はね、人よりも牛の方が多かったぐらいよ。多すぎ。さっきの純粋な面積の話だけじゃなくてね、日本はそもそも平野が少なくて、そこに田んぼや畑や住宅があるから、なかなか畜産用の土地が確保しづらいの。日本の 75% は産地だって4年生の時に習ったよ。パンちゃんよく覚えてたね。実は妹の宿題を覗き見したんだ。復習にはもってこいだよ。言わなきゃかっこよかったのに。広大な農地は畜産物の生産量を維持するためには必須条件だけど、それは餌の確保という点でも同じ。穀物や牧草、牛の餌も育てる必要があります。牛肉 1kg の生産に必要な穀物の量はトウモロコシ換算で 11kg、 同じく豚肉では 6kg、 鶏肉では 4kg となっています。それってお肉の値段と一緒だ。牛が高くて鶏肉が安い。ハリーくんよく気づいたね。牛の飼料はまず量を用意するのも大事だけど、何を食べさせるかっていうことに国ごとの違いがあります。まずアメリカ、牛舎、つまり建物の中でトウモロコシや大豆など穀物を食べさせるグレインフェッドという育て方。アメリカの場合は広大な農場で動物向けのトウモロコシを大量に育ててるの。穀物を多く食べた牛は柔らかくて臭みが少なく適度な脂肪があると
とされてるよ。題してオーストラリア。こちらはグラスフェッドといって建物の外に出す。つまりね、放牧して外の牧草で育てるっていうやり方。この場合は赤身が多くて栄養価の高いお肉になるって言われてる。日本に出荷されているものはね、最初は牧草で育てて出荷する100日前から穀物を食べさせるっていう、この両方を組み合わせたやり方が大抵は採用されてるよ。日本人は食べ応えがあるお肉よりも柔らかいお肉を好む傾向があるってことで選択されてる。輸出する国に合わせて餌変えるなんて、育て方で味ってそんなに変わるんだね。ちょっと脱線して喋りすぎちゃったけど、これから牛肉の輸入の歴史最終章に突入するよ。題して TPP、 そして今 TPP。 聞いたことあるリズムだけど、多分それ絶対違う。 TPP は2018年末に始まった貿易に関するルール。参加国は11カ国、日本、オーストラリア、ニュージーランドなどなど、こちらの地図の通りよ。関税をなくしたり、輸出や輸入の手続きを簡略化したり、食品の安全に関する手続きを共通化したりして、お互いに国境を越えて経済活動をしやすくしましょう。みんな一緒に頑張ろうって取り決めなんだ。これによって牛肉の輸入に大きな変化が生まれました。本当はアメリカも最初は入ってたんだけど、当時のトランプ大統領が独自のルールを決めたいってことで離脱してしまった。こんなことも話題になりました。日本は牛肉に関税をかけてたよね。それもなくなっちゃったの？パンちゃん、いい質問だね。多くの貿易品について関税をなくしたけど、農産物など海外の方が日本よりずっと安いものについては関税を残すことにしたよ。関税なくして貿易をしやすくするためのルールなのに、農産物は例外なんだ。食品は自分の国で作れるようにしておくってことが大事だからね。例えばさ、戦争が起こって外国から食べ物が入ってこない状況になった時に、自分の国で食べ物を作ってなかったらみんな飢えて困っちゃうでしょ。そのためにも国は農家さんをちゃんと守らなきゃ。そういう共通認識があったから、その国の農業を破壊しない程度の関税をかけるってことは認められていたよ。今回のテーマの牛肉の場合は TPP が発行された2019年には 25.8% で、その後一定の水準で下がっていって、最終的には2033年に 9% まで下がるっていう見込みです。最初は 70% だったのにずいぶん下がったね。日本の農家さんは心配だけど、牛肉が安く食べられるようになるのは嬉しいかな。そう簡単にはいかないかな。今世界中の物価が上がってるんだけど、牛肉の価格も同じで、2023年時点で20年前の2倍以上の価格になってる。実際ハンバーガーや牛丼も20年前の価格ではやっていないし、先生の友達が食べたみたいなハンバーガー10個気軽にみたいなことはもうないんじゃないかな。だとしても外国産の牛肉は日本の畜産農家さんにとってはこれからも脅威になっていくと思う。日本の畜産農家さん大丈夫なの？そう、このままじゃ日本の牛を育ててるみんな外国産の牛肉との価格差に困ってしまいます。なので差別化を図っていく。その一つが高級化です。パンちゃんは和牛と国産牛の違いって知ってる？和って日本って意味でしょ？和服とかさ、和食とかさ。だからどっちも日本でしょ？同じ意味じゃないの？まず和牛っていうのはね、日本生まれってことはもちろんだけど、品種、つまり牛の種類が決まってるんだ。和牛と呼ばれるのは4種類。黒毛和種、赤毛和種、日本短角種、無角和種。それ以外はね、和牛とは言えないんだ。昔から日本にいるこの4種類の牛だけが和牛って名乗れるの。正当な血筋の四天王だけが名乗れるのか、かっこいい。例えば黒毛和種、神戸ビーフこと但馬牛とか松阪牛、近江牛といった日本三大和牛はこの黒毛和種だよ。日本の和牛の大部分は黒毛和種なの。赤毛和種は赤牛とも呼ばれててね、熊本や高知が有名な産地ね。日本短角種は岩手県や北海道、無角和種は山口県限定の和牛なんだ。和牛って日本で育てりゃいいってもんじゃないんだ。
そんなに厳密に決まってたんだね。和牛に対して国産牛は和牛4種類以外の日本育ちの牛を指します。例えば黒毛和種と別の品種の牛を掛け合わせた牛とか、牛乳を出すホルスタイン種とか、あんまり多くはないけど外国生まれの牛でも日本で育ってる期間の方が長いってなると国産牛って区別されるんだ。和牛と国産牛の比率はだいたい 50% ずつと半分です。和牛は品種だけじゃなくて食べ物にもこだわっててね。日本の場合は土地が限られていることもあって、放牧して牧草を食べるグラスフェッドよりもグレインフェッド、穀物を食べさせていることが多い。日本の場合はサシって呼ばれている白いね、これ網目状に脂身が入っている霜降り牛の人気が高いから、それがきれいに入っているように餌に気を使っているの。例えば有名な松阪牛は食欲がなくなるとビールを飲ませてるんだよ。牛がビール飲むの？お父さんやお母さんみたい。日本の場合は牛の数が外国に比べて少ないから、1頭の牛からたくさんの肉が取れるように頑張ります。パンちゃんは牛肉で英語とか A4 って言葉聞いたことない？この前家族で行った焼肉屋さん、メニューに赤字で英語って書いてあった。なんかね、すっごい高級って感じだったよ。これ美味しかったな。この A っていうのは1頭の牛からたくさん食べられるお肉が取れますよっていう基準なの。アメリカやオーストラリアは牛の数が多いから、どれだけお肉が取れるかってことあんま気にしないけど、日本の場合は数が少ないじゃない？だから効率的にお肉が取れないといけないのよ。英語とか A4 の数字はサシ、つまり油がいっぱい入ってるかどうかってこと。数字が大きければ油の多い霜降り牛ってことになるね。へえ、なんか英語とかすっごい立派だなって思ってたんだけど、そういう基準だったんだね。和牛は海外でも大人気。日本は輸入だけじゃなくて輸出もしてるよ。主な輸出先は台湾や香港などのアジアやアメリカ。2023年で8400トン。金額にすると569億円。外国の牛肉の10倍以上の値段で取引されてるの。すごいね。輸入量からするとあんまり多くないかなって思ったけど、金額にすると大きい超高級肉じゃん。政府は2030年には3500億まで増やそうって計画してる。日本の牛肉が海外で高値で取引されるようになると、農家の人も頑張って育てられるようになるよね。美味しいお肉の話をしてたから、なんだかお肉食べたくなってきた。お腹すいたよ。そうね、今日はお肉の話をいっぱいしたので、この後焼肉食べに行こっか。やったー！チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。